今日は鬼しめを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もうすぐお正月ということで、おせち料理には欠かせない鬼しめを作っていきたいと思います。飾り野菜などを作るとちょっとね、手間もかかるんですけれども、その分見た目も華やかな仕上がりになります。野菜の準備が終わったら、あとは煮込むだけなのですごく簡単です。今回はですね、より簡単に作れるレシピをご紹介していきたいと思います。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。里芋、人参、レンコン、こんにゃく、ごぼう、干し椎茸、絹さや。今回はこちらの材料を使っていきます。まず里芋なんですが、こちら8個使っていきます。ちょっと小ぶりぐらいがね、いいかなと思います。レンコンに関しましては、だいたいね、200g ほど使っていきます。そして今回はね、干し椎茸を使用していきます。ない場合はね、普通の生の椎茸を使っていただいても大丈夫なんですが、干し椎茸を使うと、椎茸の戻し汁の出汁を使うことができるので、とても旨味のある美味しい仕上がりになります。あとここにプラスね、タケノコを入れていただいても OK です。お好みで入れてみてください。それでは続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、白だし、きび砂糖、塩、椎茸の戻し汁、こちらの材料を使って作っていきます。今回私がね、使用しているのがこちら、ヤマキの割烹白だしですね。こちらを使っていきます。この白だしをね、どのメーカーでも大丈夫なんですが、メーカーさんによってはね、味がね、ちょっと濃い場合があります。白だしの量が心配な場合は、大さじ1杯ぐらいにしてみてください。そしてお砂糖ですね。今回はきび砂糖を使っていきます。きび砂糖のコクが加わることで、とても味わい深い鬼しめに仕上がります。ただもしない場合はこちらは白砂糖で代用していただいても OK です。そしてお酒ですね。こちらは塩分の入っていない清酒を使うようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにこちらの干し椎茸を水で戻します。丸ごとお水で戻すときは少し時間がかかります。なので前日の夜にね、水に浸しておいて翌日ね、作っていただくとしっかり戻すことができるので、前日の夜にこの干し椎茸だけね、戻しておくといいかなと思います。はい、そしたらですね、一度この干し椎茸をさっと水洗いします。水洗いしたらジップ袋の中に干し椎茸を入れてください。ボウルの中でやっていただいてもいいんですが、ジップ袋を使っていただいた方がね、全体が水に浸るので、ジップ袋でやっていただくといいかなと思います。そしたらこの中にお水を入れます。椎茸がね、浸かるぐらいのお水を入れてください。そしたら空気を抜きます。そして口を閉じましょう。こんな感じでね、干し椎茸が重ならないようにしてください。あとはね、こちらをバットに寝かせて、このように干し椎茸が全体にね、水に浸かるようにします。そしてこのまま一晩置きたいと思います。短くてね、だいたい4時間ぐらいしていただければいいかなと思います。こちらはね、椎茸の大きさによっても変わってくると思いますので、目安にしてみてください。それではこのまま冷蔵庫で戻していきます。それでは続いて里芋です。こちらはね、まず両端を切り落とします。結構ね、思いっきりスパッといっちゃってください。そしたらですね、こちらは六角形になるように切っていきます。切るときはこうやってね、空中で切っていただいてもいいですし、ちょっと怖いなっていうときは、この切り口を下にして、まず両端をね、切り落とします。両端切り落としたら、あとはね、この中心に向かって斜めに切っていきます。こんな感じで六角形になるように切ってみてください。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、里芋はね、このように切ってください。そしたらですね、こちらをボウルの中に入れます。よいしょ。そしたらね、里芋のぬめりを取っていきます。こちら分量外です。塩を入れます。小さじ1/2ぐらいですね。そしてしっかり塩もみしてください。しっかりね、このようにすり込んで、そしたら一度水洗いします。は
はい、このようにね、さっと水洗いしてください。この里芋は下茹でしてね、一度ぬめりを取ります。ちょっとね、里芋だけ一手間かかるんですが、里芋の下茹でをしてぬめりを取ることで味が染み込みやすくなります。さらにですね、煮崩れもしにくくなりますので、里芋はね、下茹でしてください。ではね、続いて絹さやの準備をしていきます。まず先端を指でポキッと折ります。そしてスーッと引っ張るとこのように筋取りできます。そしたら反対側の先端もポキッと折ってこちらからも筋取りします。こんな感じ、このように筋取りしてください。ではね、残りも同じように筋取りしていきます。そしたらですね、この里芋とあとは絹さや、こちらの2つだけ下茹でしていきます。里芋をね、下茹でするとお湯にぬめりがつきますので、最初に絹さやをね、さっと茹でて、その後里芋を下茹でします。まずね、お鍋にお水を張って沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらね、ここに塩をね、小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。絹さやを茹でていきます。絹さやを入れてください。入れたらですね、だいたい1分ほど茹でましょう。茹で終わった後なんですが、氷水に入れていきますので、氷水をね、用意しておいてください。はい、 OK です。そしたらね、取り出します。取り出して氷水に入れましょう。絹さやはこれで OK です。このままだいたい3分ぐらいですね、氷水で締めてください。そうしましたらこのままね、このお湯を使って里芋を下茹でしていきます。そしたら沸騰させます。再沸騰したらここに里芋を入れましょう。はい、里芋を入れるとね、ちょっとお湯の温度が下がるので、もう一度再沸騰させてください。はい、でこのようにグツグツ沸騰したらこのまま2分間茹でていきます。はい、2分経ちました。そしたら火を止めて湯切りしてください。はい、里芋はこれで OK です。このままね、湯切りして置いといてください。それでは続いてレンコンを切っていきます。まずね、レンコンの皮を剥きましょう。はい、でこのようにね、皮を剥いたらちょっと転がして安定する場所を見つけてください。だいたい 7mm から 8mm 幅ぐらいで切っていきます。少しね、レンコンが硬いので手を怪我しないように注意してください。はい、レンコンはこのように切ります。そうしましたらこちらのレンコンを花レンコンにしていきます。まずですね、穴の頂点の部分ですね、この延長線上の部分から穴と穴の真ん中に向けて切れ込みを入れます。よいしょ。そしたら反対側も同じように斜めに切り込みを入れてください。このように切れ込みを入れます。そしたらね、残りも同じように穴と穴の間に三角の切れ込みを入れてください。切れ込みの大きさはね、この穴に合わせて調整しましょう。はい、このように穴と穴の間に三角の切れ込みを入れてください。そしたらこの切れ込みを入れた時にできた角ですね、こちらをね、ちょっと丸くしていきます。はい、このようにね、丸みを作ってください。レンコンはね、このように切っていただくと見た目がね、すごく華やかになると思います。こちらのね、飾りはマストではないので、もし余裕がある時はやってみてください。この余ったね、この切れ端の部分ですが、こちらはお味噌汁などに入れて使っていただくといいかなと思います。それではね、残りも同じようにやっていきます。切ったものに関しましてはこのようにお水にさらしておいてください。はい、全部切り終わりました。こちらをね、このまま使うまで水にさらしておいてください。そうするとね、変色を防ぐことができます。それでは続いてごぼうです。こちらね、泥ごぼうを使用していきます。泥ごぼうの方がね、香りがしっかりしているので、おすすめは泥ごぼうです。ただね、土を落とすのがちょっとめんどくさいなという時は、洗いごぼうを使っていただいても OK です。きちんとね、水洗いして土を落としてください。はい。で、このようにね、土を落としたら、ペーパーでね、水分を一度拭き取ってください。今度はこの包丁の背を使って皮をこそぎ取ります。あんまり取りすぎるとね、ごぼうの香りが少なくなってしまいますので、皮はね、ざっくりで大丈夫です。こそぎ取ってください。はい、このぐらいで OK です。そしたら一度ね、さっと水洗いしてください。軽く水分を拭き取って、そしてね、まず両端はちょっと乾いてるので、こちらは切り落としてください。そしたらごぼうはね、斜め切りにしていきます。8mm 幅ぐらいで切っていただくといいかなと思います。はい、ごぼうはこのように切ってください。こちらもボウルに水を張って水にさらしておきましょう。これでアク抜きしておきます。では続いて人参です。人参もね、まず皮を剥きましょう。
そしたらまずね先端を切り落としてください。だいたいこちらもね 8mm 幅ぐらいで切っていきましょう。でまずね太い部分をこのようにねだいたい 8mm 幅ぐらいで切ってください。でこちらの部分はですねこのお花形を使ってくり抜いていきます。そしてねじり埋めにしていきます。こちらはねもうくり抜けないので、くり抜けない部分に関しましては乱切りにしていきます。こちら食べやすい大きさにしてください。大きさはできるだけね揃えましょう。はい、人参はこのように切り分けます。そうしましたらねじり梅を作っていきます。このお花形でねくり抜いていきます。こちらはですね100円ショップとかにも売ってますので、ぜひチェックしてみてください。ではまずねくり抜きます。よいしょ。このねくり抜いた部分に関しましては、こちらも野菜炒めやねお味噌汁などに入れて使ってください。まずねこのようにくり抜きます。そしたらですねこのお花とお花の間のこのくぼみ部分ですね、ここからこの中心部分にまず切れ込みを入れます。切れ込みもこのように半分ぐらいまで入れてください。そしたら今度はですねこの花びらの丸い部分の一番頂点の部分ですね、ここに包丁の刃を入れて、先ほど入れた切れ込みに向かって刃を入れていきます。はい、こんな感じです。このように切り取ってください。これを5箇所全部行っていきます。まず切れ込みを入れて、花びらの真ん中部分から切れ込みに向かって刃を入れます。はい、こんな感じで、また同じように切れ込みを入れて、花びらの真ん中から切ります。はい、こんな感じです。このようにしていただくと立体的で可愛い人参に仕上がります。こちらもねマストではないんですが、このようなものが入っているとね華やかになりますので、時間がある時はねぜひやってみてください。それではね残りも同じように作っていきます。はい、では続いてこんにゃくですね。今回私が使うのはアク抜き不要のこんにゃくになります。その場合はアク抜きはしなくて大丈夫です。もしアク抜きが必要な場合はアク抜きして使うようにしてください。袋から取り出してさっと水洗いして水分を軽く拭き取ります。そしたらこんにゃくは1センチ幅ぐらいで切っていきます。でこのように切ったら切り口を下にして、この真ん中に1本切れ込みを入れます。両端 1.5 センチぐらい残してください。そしてこの手前のこんにゃくをこの穴の中にくるっと入れます。であとは両端を引っ張ります。そうするとこのように手綱こんにゃくになります。それでは残りもね同じように作っていきます。はい、こんにゃくはこれで OK です。それでは続いて干し椎茸ですね。こちら一晩ね冷蔵庫で戻したものになります。この椎茸の戻し汁は使いますので、椎茸と戻し汁で一度分けてください。ではねざるに開けます。必ず下にねボウルを置いてください。はい、椎茸をねこのように戻し汁と椎茸で分けてください。この戻し汁はですねちょっとカスが出たりしてますので、気にならない時はねそのまま入れていただいてもいいんですが、たまにねちょっとシャリッとしたものが入ってたりするので、一度ねこちらはこして使っていただくといいかなと思います。ペーパーなどを置いて、そしてこしていきます。こんな感じで一度こしていただくと綺麗になります。今回戻し汁 300ml 使っていきます。戻し汁がね 300ml ない時はここにねお水を追加してください。戻し汁の準備はこれで OK です。それではね干し椎茸を切ります。こちら軸を切り落としてください。そしたらあとはね食べやすい大きさに切ってください。こんな感じです。それでは残りもね同じように切っていきます。はい、椎茸はこのように食べやすい大きさに切ってください。はい、全部具材が揃いました。今回7種類のね具材を使っていきます。下準備はねちょっと切ったりするので時間かかると思うんですが、その分ねとても美味しい仕上がりになりますので頑張ってやってみてください。あとはねもう煮込んでいくだけなのですごく簡単です。それではね深めのフライパンまたはお鍋を用意してください。ここにね具材を入れていきます。全部一緒に入れちゃって OK です。絹さやだけはね最後そのまま使いますので、絹さや以外の食材を入れてください。はい、そしたらここにまずお酒と、あとは塩、椎茸の戻し汁、あとはお砂糖、そして白だし、続いてみりんを加えます。そして一度このようにフライパンを回しながらね汁を混ぜてください。砂糖が塊にならないように全体をよく一度混ぜてください。
はい、そしたら火にかけてください。火加減中火です。一度このままね沸騰させてください。ちょっとねこのように具材がね飛び出てるんですが、だんだんね野菜からも水分が出てきて、もうちょっとね水かさが増えると思います。はい、このようにねちょっとクツクツ沸騰してきました。そしたらアクはね大体で大丈夫です。取り除いてください。火加減を弱火にしてください。そしてここに落とし蓋をします。このようなね落とし蓋がない時はアルミホイルやまたはクッキングシートをね上にかぶせて落とし蓋代わりにしてください。そして蓋をします。あとはこのまま弱火で20分煮てください。はい、20分経ちました。蓋を開けます。そして落とし蓋も取ります。今ねこのような状態になってます。野菜にもねしっかり火が通ってますね。里芋の形を崩さないようにさっと混ぜてください。そしたらここに最後仕上げですね、お醤油を回しかけます。そしてまたね軽く優しく混ぜて、あとはね鍋をゆすったりして煮汁をね均一にさせてください。フライパンを斜めにして時折ね食材に煮汁をかけてあげてください。そうするとね味も均一になってきます。火加減弱めの中火ぐらいですね。煮汁がもう少しなくなるまでだいたい5分から10分ぐらいですね煮ていきます。ただ放置しすぎてね下が焦げないようにだけ十分に注意してください。今ねちょうど7分ほど経ちました。今ねこんな感じでしっかりね味も染みてます。煮汁なんですが傾けた時にこのぐらいですね、残るぐらいで仕上げてください。全部やりすぎちゃうとね下の方が焦げちゃったりするので、ちょっと残すぐらいでね火を止めてください。あとは一度ね冷まして味を染み込ませてください。染み込ませる時はね上に蓋をしてこのまま30分置いておきましょう。はい、30分経ちました。一度ね冷ましていただくとこのようにしっかり味が染み込んできます。絹菜はですね一緒に煮込んでしまうとちょっとね色味が悪くなっちゃうので、盛り付けする時にね乗せていきたいと思います。それではね盛り付けたいと思います。はい、これで鬼しめの完成です。こんな感じに仕上がりました。絹菜はですね最後このように一緒に入れて仕上げていただくと彩りのアクセントになって見た目がとても綺麗な仕上がりになります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まず里芋からいただきたいと思います。いただきます。もうね里芋はすっごく柔らかくてかつ味がしっかり染み出てすごく美味しいです。レンコンもいただきたいと思います。いただきます。えぐみもなくて味もしっかり染みてすごく美味しいです。じゃあ最後こんにゃくもねいただきたいと思います。いただきます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鬼しめのポイントです。まず里芋なんですが皮を剥いて最初に塩もみしてください。そして水で洗った後ね一度下茹でします。そうすることで里芋のぬめりが取れて味が染み込みやすくなるのと、あとは形が崩れにくくなります。そして絹さやに関しましてももちろんね一緒に煮ていただいてもいいんですが、このね綺麗な緑色を出したい場合は下茹でして飾りとしてね使っていただくといいかなと思います。そしてその他の食材なんですがレンコンと人参とこんにゃく、こちらを飾り野菜にしてます。このようにしていただくことで鬼しめの仕上がりがとても華やかになりますので、ぜひやってみてください。ただちょっと面倒だなという時はこの切り方を省いて作っていただいてももちろん大丈夫です。その場合は人参とレンコンは乱切り、こんにゃくに関しましては食べやすい大きさにちぎって入れていただくといいかなと思います。そしてレンコンとごぼうに関しましてはこちらは切ったら水にさらしておいてください。そうすることでアクが抜けるのと、あとは変色を防ぐことができます。そして全部ね野菜の準備が終わったらあとは煮込んでいくだけなのですごく簡単です。まず絹さや以外の具材を入れて、そして醤油以外の調味料を全て加えてください。そしてその後火にかけて沸騰したら落とし蓋と、あとは蓋をして弱火で20分じっくり煮込んでください。そしてその後ですね落とし蓋と蓋を取って醤油を最後に回しかけて、あとはですね大体5分から10分ほど煮詰めてください。あんまり煮詰めすぎると下の方がね焦げてしまう時がありますので、煮詰めすぎないようにだけ注意していただけたらと思います。そして出来上がったら一度30分ほど冷ましてください。そうすることで具材にねギュッと味が染み込みます。あとはですねお皿に移して絹さやも一緒に盛り付けてみてください。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は鬼しめを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。